みましょう。I'm going to talk about 私がお話しするの the は legacy of the 阪 Kobe 神・淡路大 earthquake 震災からの遺産 through 25 years of 25年の studying 災害復 theory 興 of 理論とい recovery うこ since と the で、 time of the earthquake. 震災以来ずっと研究 And してき just たことについてお話していきたいと思います。そし presentation て by ま my た colleague Dr. 私の Johnson 同僚 will be ロー talking リー・ about ジョンソン 25 先 years 生が of 25 recovery 年の practice. やはり阪神・淡路震災からの遺産 So 25 this 年の began 災害震災復興実践というと in ころをお話したいと思います。 1995. 始まりは1995年 The でした。 Kobe earthquake was the 神戸 second の of 大 two 阪 urban 神・淡路大 earthquakes. 震災 So we は、 had the この Northridge 2つの大 earthquake き in な Los Angeles, 都市型の California もの in が January ロサンゼルスの 17, 1994. ノース And リッチ exactly 1 year later, the 1994 Hudson 年1 Earthquake 月17日起こりまして、ちょうどまさに1年後の1995年1月17日に阪 We 神・ set 淡 out 路 to 大震災があ study ったわけ the です。 two of these. We 私 call ど this も the この Kobe 2つを Northridge 神 study. 戸ノースリッ And チ we set out to 調 think 査 about ということを how 名 we 付けて would おりますが、こ recover ういったことで from 2 a つを比較しました。 catastrophic urban 壊滅 disaster 的な in the 都市 US. 部の被災を Because the Northridge アメリカでどうやって回復してきたかと。ノースリッチはそのうまくいかなかったんですけども、また壊滅的な都市直下型の地震があった場合、どう対応すべきかと。ノースリッチ地震というのはどんなものかということです。 And thinking about that, what could we learn from the experience in Kobe, and what new insights could we gain if we looked at these そ two してこういっ events た2つの地震を simultaneously? 同時に見ていけば So どん we な学び found があるかと an いうことを見ていき outstanding たい group と思 of います。 collaborators, 調 field 査をしまし policies, た the のは、こ prefecture の and state 州、 level そして policies, 州、 and そして national 県、 level そして都 policies, 道 as 府 well 県、そ as して the 都市、 details そ of して reconstruction 国のレベルの in 政 seven 策や、そ severely して damaged urban 7つの districts 7都市で地区ですね、非常に工業化された進んだ都市部の7つの地区ですごく被害がひどかったところの詳細を見ました。神戸の都市3つと芦屋市、そしておよびアメリカのロサンゼルスの3都市の3地区を見ていたんです。そして私たちの最終のレポートの報告書についてのまとめから入っていきたいと思います。この2つのまた工業化された都市部での影響が出るようなこのような地区があった場合にどうやって US でそう壊滅的な都市型の地震があった場合はどうするかということを見ていたんです。なのでこの国やその都道府県や州、そしてそういった地方行政が政策を決めるけれども地元の人がその計画を実践するというところが非常に興味深いというところで地元の地区に注目したわけです。特にスピード、速度対慎重な検討ということに対するバランスを考えてました。この都市計画者としてどのように最大化していくかということですね。この被災後の改善の機会とチャンスとして捉えていく。いつも改善することができます、再建する際に。なのでしかしだからといってこのスピード、速度とまた私たちが考えるのはスピードと速度、回復速度と慎重な検討、そしてより改善するというバランスを模索していたわけです。ということで結論は2005年に台風のハリケーンのカトリーナが2005年に来た時に結論が出たといいます調査、私たちが学んだことを生かしていった試練になりました。2005年に8月29日に行われまして、47万人の人が立ち退きを余儀なくさせられたんです、ニューオーリンズの人たちが。で、私たちがこのどうやって、壊滅的な都市型のこういったアメリカにおける地震に対しての計画に対する洞察という話になっています。そして2005年の秋に私たちの考えをまとめる良い機会となりました。で、私がこの1時間とか2時間でもこのニューオーリンズのこの被災で学んだことをお伝えできるんですが、そこはしません。でもここでまとめたいのは私たちが2005年に考えたことについてお話をしたいと思います。オブ・ザ・アメリカン・プランニング・アソシエーションというところで私たちはこれを発表しました。で、私たちはその瞬間をチャンスを生かしましてこの被災後の回復興ということです。例えば世界中の文献からそういった情報をまとめたこと、そして神戸市がまた新しい現代都市で壊滅的な被災をあった場合に要となる教訓をどのように与えられるかということを強調するということと、ニューオーリンズの復旧ということですね、再建ということについての戦略的なアドバイスというものでした。で、この復興の
ちょうど当時多くの出版されて公開発表されている文献から見ますと、この復興というのはプロセスである、最終的な状況ではないし、きちんと定義もされていないし、このままこの再建と再発明の過程などということ、物理的な回復、都市制度というのは多くの場合、一般的に再出現します。でも少し変更や改善がすると回復した際もということが分かっています。3つ目ですね、金融財務についてですけれども、外側外部からのこういった資金を募るのが非常に大事だけれども、その地元のコミュニティが決定をするということ、使い方を彼ら自身が自由に地元でどう使うかというのを外部の資金に対してすることが非常に重要ということです。公平さということで、より事業でも家庭でも豊かな方がよりよく早く回復する、特に零細企業などがその次のそういった被災の後の数ヶ月苦しむと回復にということになります。また政治についても似ています。そういった政治基準というのもさまざまな世界で違えども大体同じ、そういった国家的な政策というのが非常にコンテクスト的に重要です。与党が支援をするのは自分たちのこういった被災地で、票を取れるかどうか、影響力があるかどうかで力の入れ方が違うということ、そしてまた関係性ですね、各与党、その与党と、それから国家レベルでの与党、そしてその土地での力を持っている党というのの、そういったうまく戦いというのが繰り広げられるというのは世界共通です。そしてそのやはり緊張な検討と回復速度のこの緊張関係というのがあります。復興を早めなければなりません。インフラの再建ですとか、事業の回復ですとか、家、住宅を回復させる、再建する、そして社会的なネットワークを回復させるということに関する点で、スピードは非常に大事ですけれども、しかし同時に被災後の再建を慎重に検討し、最善の都市、すべての市民にとっての最善の都市にしていくということも寛容です。そしてまたこういった状況なんですが、また過去の計画が行われているし、既存のデータもありますし、既存の文化が活発に積極的に計画していると、そうすると質と速度両方改善します。かつての過去の情報が手元にあるわけですから、まずこの被災の際にはすぐにことが起こったらすぐに対応できるというのがあります。ということで、この世界中の事例についてから学んだことがありました。最も価値がある学びというのは神戸です。ニューオーリンズの被災について一番活かせると、再建というのが非常に長くかかり、お金がかかるということ。ということはニューオーリンズ市の人たちにはもう圧倒されてしまったと、被災の際に、そしてもう絶望的だと思われたけれども、最終的に再建は可能だと、簡単ではないけれどもいつか必ず再建はできるのだということをお伝えしました。そして2つ目ですけれども、私が本当に神戸の工程を非常に尊敬しました。このような周辺地区との共同をしてコンサルを立てた上で話を進めていったと、政府と市民が互いに理解し、そして意見の疎通を図ったということ、これによって市民がその自分たちの生活の立て直しをするという際に大きな市民が役割を果たしたということは非常に前向きな結果だと思います。そしてこのコミュニティに近い仮設住宅というのは神戸で必ずしも実践されなかったです。その仮設住宅の住民の人たちはすごく自分たちのもともとの周辺地区から離されていって、数マイルから前の家から離れていると。そしてこの移動手段もあまり良くなかった、交通の便も良くなかったということがあって、そのことは失敗はニューオーリンズでは繰り返しはならないと思いました。4つ目ですけれども、私たちが神戸から学んだことは、仮設住宅というのは単に数があれば良いというものではないということ、この再建の過程
においてコミュニティを再建するという意味があったんです。神戸のもっと全体的に行うべき対応をすべきだったんです。経済的、社会的、そして設計に関連することに関してもっと慎重にすべきだったと思います。コミュニティ、そういった仮設住宅の集合体ではなく、コミュニティを再建するためのものだということを考えに行わなければならないというのが非常に大事でした。それから国の政府、行政府から、国家行政から、地方行政はもっと資金が必要だったと、地方行政はもっと資本が必要だということと、もっと自由に、どのように使うかを決められるべきだったというのが学びでした。そして、この低所得の人たちが初年度待遇が良くなかった特にというのがありました。止める人々というのは、自分で自力で回復できます、再建できますが、最低所得の人たちは、守られているんですが、中程度の所得者がなかなか厚い保護が受けられなかったということで、こういったさまざまなレベルでの購入可能なこういった住宅補助が必要だということです。で、私たちがニューオーリンズに特定のアドバイスがあるとしたらということをまとめました。私たちが提案したのは、きちんと高速度と慎重な検討ということのバランスを取るには、21世紀の計画ということで、現代の技術、そして今私たちが、こういった、参加型のプロセスをどのようにやっていくかということ、これはデータの中にありますし、新しいデータが必要で、そのデータを当局と共有しなければいけない。また適切なスタッフを雇ってこのプロセスを実現しなければいけない。そして技術的な研修を行うことによって地方および地区のキャパシティを上げていくということ。そして皆さん、中には立ち退きを余儀なくされた人々、そして特に立ち退きを余儀なくされた国の反対側に移住しなければいけなかった人たちのためにもコミュニケーションツールを使って誰もが参加できる形にしなければならないというのがありました。そして大事なアドバイス、神戸からの学びから取ったアドバイスなんですけれども、公からそういった資金を募るということ、それからコンサルを雇って再建をきちんと建設的に行うということ、そして私たちが提案したのが、より高い質で、またより公平で、そして脆弱性の少ないコミュニティを作らなければならないと、データに富んでいって、そして創意工夫、コミュニケーションに富んだ社会にしなければいけない。そして、中央集権型であってはならないということ、トップダウンではなく全員が参加して並行した計画活動が行われると、同時にさまざまな役割の人が入る、さまざまな事業、さまざまな組織が絡んでいかなければならないということです。ということで、再び私の焦点が理論上の、ここで使ったのが私が知っていること、この回復プロセス、ニューオーリンズに入っていくものを見てきました。Dr. Johnson will talk more about some of that. But we use all of this then to develop a higher level of theory based on the experience. And particularly, we came up with the concept of time そして特に重要なのは時間が圧縮した状態でそれを復興をやっていかなければいけないということです。その感覚的にも時間的にも復興にはその要素をきちんと考えていかなければいけない。そして都市計画の要素も含めていかなければいけない。これが独特なプロセスになるのはいろんな理由があります。まず一つ大きな特徴というのが時間が圧縮しているということです。こちらにあるのはコンセプチュアルダイアグラムとして表しているものでございますが、こちらは全ての資本ストック、そしてファシリティなどがたくさんあります。それをリプレイス、代替していかなければいけない。それを時間を縮めてやっていかなければいけない。いろんなものがシステムの中にありますが、大きな災害が発生したときにはそれを一気に代替していかなければいけない。しかも短時間でやっていければいけない。
つまり時間が圧縮された状態で doing all of our normal development processes, all of our normal planning decision processes in a short amount of time creates some problems. We really can't do the things that we normally do in the ways that we normally do them in a short amount of time. We find that people are acting fast. They're busy rebuilding, they're busy doing various activities, and these actions happen faster than the money is flowing, and they happen faster than the information that's needed to support them. And this doesn't really make any sense. It doesn't sound right. And in fact, it doesn't make any sense, and it's what makes recovery very difficult. As a metaphor, we refer to it as building faster than the speed of light, which is a physically impossible thing to do. And so so a lot of these activities are occurring without adequate information or funding to support them. The other thing is that time compresses unevenly across various social, economic, and institutional systems. Money flows at different speeds from different sources. And all of this means that everything is happening in an uncoordinated way. It's out of order, out of sync. It feels like for people who are involved in the business of urban development, it feels like they're in a very different world where the normal rules no longer apply. Like you're doing planning on Mars, or the basic physical laws of the universe that we're used to don't apply. They're in some jumbled up order. So those of you who have worked in recovery situations know what we mean. These aren't just metaphors, but it really feels it's a very crazy environment to be operating. Given this idea of time compression, we think this is a better way to think about speed and deliberation. Another way of phrasing the question is, how do you increase deliberation in a time-compressed world? And we think the most obvious way to do this is what we'll call widening the bandwidth of information flow. So if we just provide more data, more planners, more coordinating groups of frequent meetings, so just providing much more information, it allows all those different actors in the recovery process to be able to operate more intelligently, even though they're going at high speed. Deliberation and action need to happen at the same time. And other than just widening the bandwidth of information, we can think of three other ways that we can accomplish this. One is increasing the planning capacity by hiring more staff and encouraging more citizen involvement. A second way is to decentralize the processes so that numerous local groups are deliberating and acting at the same time. And the third way, which we'll see examples of later, is what we call to iterate, by acting first on the easier issues and delaying action over time for some of the more troublesome areas. And last, new non-governmental organizations. They often emerge to fill roles that are unsuited to government bureaucracies. Government bureaucracies are not designed to work well in time compression. They have a lot of controls on what they do, and those are important. But it doesn't work well in the time-compressed environment after disasters. And so what happens is new non-governmental organizations often arise to fill the gaps and to do the things that government can't do. And we think the governments need to support those groups and to stay out of the way. And finally, you need to pay for all this. So budgets need to not only pay for the cost of physical rebuilding, but they need to cover the cost of information, data, communication, public involvement, technical support, and planning. Finally, after we developed this new theory, finally the last phase of our work was finding common recovery lessons from many countries. And we summarized the work we've done in all these places. So we have the United States, we have Japan, but we also have done work in China after the 2008 Sichuan earthquake. We've studied India, Indonesia after the tsunami, and many other disasters they've had there, and New Zealand after the 2010-2011 Canterbury earthquake sequence. Summarized in our book, After Great Disasters.
がここまで And 発生した in this book, 大震災、 one 大 of 被 the 害を key findings まとめるという is that we came up with 活動を this 行いました。 four-part framework. The goal of recovery management is to reduce uncertainty by first finding and managing funds, second providing information, third involving all the stakeholders, and fourth balancing time constraints. So we summarize this as money, information, collaboration, つ and まり time. お金と情報と協力と時間、この4つの And 要素 to が重 quickly 要で summarize, briefly summarize these, ここを so 簡単に money まとめますと、最初に Money is really the first and most obvious important ingredient. When you lose everything in a city and you have to rebuild it all, you need to find source of funds to do so. And so money is key. You need to find, there's various places to get it from, often the central government, sometimes insurance, sometimes private investment. But money is critical, and money controls the pace and the quality of reconstruction. And the power over the recovery process is held by the level of government that controls the public funds. The acquisition of the funds, the allocation of the funds, the distribution of the funds, and eventually the auditing of how those funds are spent. Second is information. And you know, when I think about these two, money and information, those really are the two key, what we'll call currencies of recovery. And it's hard to say which one is most important. You obviously need money, but information is what really makes the system work. Because again, in recovery you have many different actors involved in the process of recovery, and information is how they all know what each other is doing. 特にそれぞれの人たちが何をやっているのかを分かるという情報が必要となってきます。それは交流をすることで可能になってきます。知識を高めて、そしてじっくりと検討するということのスピードを上げることもできるようになります。そして続いて連携です。連携によって調整が進むということです。複数のネットワークを使って、そして連携を推進していく。そして縦横の軸で社会を全体的に網羅して復興を進めていく。そして幅広いステークホルダー、関係者のオーナーシップ、自分ごとというのが必要となってきます。そして4つ目、時間制約です。私もスピーチの時間が限られているので、今時計を確認したんですけれども、この時間的制約というのは絶えず存在する課題であります。復興というのは常により良いものを作ろうという活動でもあります。その中では、お客の仕事を合理化させたり、またルール、規則や規制などが正しくなっているかどうか、変える必要がないかどうかを考えなければいけないですけれども、しかし、戦略的に広く的にやっていくためには、この時間的な制約を乗り越えてやらなければいけないし、このところがバランスを取るのがとても難しいということです。skip through this, but the last thing I wanted to say is what we're working on now. So what we're working on now is looking at the process of community realization from hazard areas. And so we know that after the disasters, they displaced people. まず、災害が起こったら数千世帯のレベルで移転しなければいけない、その強制立ち退きにつながるような場合もあります。ここに戻るべきなのか、それともよそに引っ越すべきなのかということが重要な意思決定になりますが、ここにもう一度立て直すのか、もしここに戻ってきたなければどこに行くべきなのか、どうやって他の土地を探すことができるのかということが重要なクエスチョンになるわけですけれども、いろいろな事例があります。これまで世界中でいろんな移転の実例がありまして、それを収集しております。詳細は今ここではお話しできないんですけれども、6つのフレームワークとしてまとめております。まず、自然科学がプランナーにとって問題として重要です。そして、それから誰が意思決定をするのか、リスクについて、例えばトップダウンで
Third is the very important issue of livelihoods and economy. Fourth is all of the challenges of leaving the one place and going to the new one. Fifth is the issue of property rights and financing. You need to somehow convert property rights from one place to property rights in a new place, and you need to pay for all of this. And sixth, I've already talked about the complications of politics in recovery. Politics are, again, remarkably similar around the world. In terms of community relocation, it turns out in every case where we have a successful community relocation, it's because there was some other goal at the same time. So some of the themes that are emerging from this work, we're still in the process of it, but I'm not going to call these conclusions. I'll call them emerging themes that we think we're seeing. First is that communities are economic and social networks. And when we think about moving communities, we think we're moving buildings, but we're not moving buildings. We're moving economic and social networks. And this was also an important lesson that we learned here in Kobe. And these networks are harder to move than buildings. But still, even though the hard part is moving economic and social networks, it's also really hard to move buildings. And finding a satisfactory new site is very difficult in every possible way. Because if a perfect site existed for these people, they would have already been there. For relocation to be successful, community members have to be active partners in all the decisions. This, again, I think, stems from a general lesson that we've learned from recovery. Finally, the notion of risk is that people balance all the risk in their lives. And for the residents, the risk of a future flood or a future earthquake might, even though maybe the planner might think that's the most important risk that they face, to them, the more important risk they face has to do with their daily livelihoods and whether they're going to find the next meal and all these other kinds of personal issues. And it may well be that it makes better sense for them to stay in place and to accept the risk of a flood because there are other risks in their lives that outweigh it. And kind of the last point here is that relocation is not a all or nothing choice. That there's ways in which you could mix relocating some of the functions of the community or protecting some of the functions of the community. So that's just a quick summary of the work that we're doing now. And I'll conclude with our final remarks here. And I'm trying to summarize 25 years of work. And I'll welcome your questions later about it. So in conclusion, we learned a lot from our experience here in Kobe. Some of the key things were that hiring local planners to help neighborhoods recover was very valuable. We learned that when rebuilding housing, you need to think about social networks and community services. We learned about how to strategically seek opportunities for betterment within all the constraints that you're facing. We learned how to plan under time compression, and finally we learned that patience is necessary, that it takes a very long time. And our experience here in Kobe inspired us to search internationally for us to reach a higher level understanding of recovery in more internationally generalizable terms. But even though we've gone around the world and we've learned all these new higher level lessons, we find that Kobe is still very important to us because it's still our best model for a catastrophic urban earthquake or a catastrophic urban disaster in a modern city. Thank you. Thank you very much.